音楽学校の火事で死亡者を出してから、少女は目に見えて衰弱していた。現場で初めて死亡者を出したのはショックだろうけど、引きずるな。あれは仕方なかったよ。先輩や同期からの慰めに、少女は相変わらずの愛想笑いを返す。その仮面の笑顔の下で、少女は一つの確信を抱きつつあった。多分、私だ。夢に見た通りに起きる火事。いつの間にか台所にあったマッチ。私が放火犯なんだ。出動のたびに高まる可能性に、少女はますます衰弱していった。音楽学校の火事で死亡者が出てから、彼女は明らかにおかしくなった。初めて死者を出したことが辛いんだと思っていたけど、まさか自分が放火犯だと思い込んでいたなんて。ほら、また夢に見た通り、出火元が不明の火事、放火の可能性。私は自分でも知らないうちに火をつけて、とうとう人を殺してしまったんだ。自分が放火犯かもしれないという可能性に気づいた私は、真っ先に上司に打ち明けた。けれど、上司は笑って取り合ってくれなかった。ストレスで妄想に駆られているんだと、休暇を勧められてしまった。次は、信頼する先輩に話した。先輩は真剣な顔で私の話を聞くと、夢を見た日時と火事が起きた日時を照らし合わせた。先輩が出した結論は、お前が放火犯なんてありえない。この一択だった。私が付け火をするには、あまりにも時間がなさすぎるのだという。本当に、やってやれないことはないんじゃ。その次に同期に相談した。当番の日、同期は私を見張っていてくれた。そして、何も起きなかった。けれど、私の中の疑惑は消えない。生々しすぎるのだ。暗闇でマッチをする感触が。私は多分、いや、確実に放火犯だ。自分で火をつけ、自分で消している。だから、あんな風に火の流れを読めるんだ。そうじゃなきゃおかしい。おかしいよ。緊急出動のベルが鳴った。ほぼ反射で少女は起き上がり、素早く防火服を身につける。ビル火災だ。ぼやのようだが、気を抜くなよ。先輩の喝にうなずきながら、少女は消防車に乗り込んだ。悪いな。これが終わったら、お前はしばらく休みにする。
だから頑張れ。少女は上司の言葉に愛想笑いを返すと、うつろな目で行き先を睨む。誰も、私のことを信じてくれない。少女の瞳は、目の前に広がる夜のように暗かった。自分が放火犯だという妄想に取り憑かれた彼女を、上司は休ませることにした。でもその前に、彼女の最後の当番の日に、ビル火災が起きてしまった。火が怖いから泣くんだと思ってた。怖いからドキドキするんだって。でも違った。私は火に見入られる自分が怖かったんだ。火をつけてみたいという欲望が怖かった。そんな欲望を押し殺した結果が、こんな悪夢のような現実なら、私はマッチ完売です。ビルから住人を避難させた後のこと、まだくすぶっている出火元を少女はじっと見つめた。その手にはいつの間にかマッチが握られている。悪夢か現実かわからないのなら、現実にすればいい。最後のつぶやきはマッチをする音で消えた。退避！消防士たちの叫びとともに夜の空が猛火に赤く染まる。火と黒煙が渦巻くビルの中、少女は心からの笑みを浮かべて倒れていた。これで自分は本当の放火犯だから、もう悪夢に苦しむことはないのだと。少女の遺体は骨も残らなかったという。彼女は現場で死んだ。よほどの高温だったのか、骨すらろくに残らなかった。その後のことさ。音楽学校の放火犯が捕まったのは、彼女が生きているうちに見つかっていれば、こんなことには。